ご視聴ありがとうございます。今回は東京メトロが本気を出した区間のご紹介です。とある路線の開業後に露呈した年々大きくなっていく問題とその解決策を順番にご紹介します。変わった形状のトンネルの裏事情とこっそり追加された設備が担う大きな役割にも注目です。ここは東武東上線と東京メトロ有楽町線、副都心線が乗り入れる和光市駅です。東武鉄道が管理している駅ですが、看板類にはそれぞれのマークがあります。東上線から東京メトロの路線が分岐し、それぞれ都心に向かうため、東京メトロにはこの駅を始発とする列車もあります。構内は2面4線で、外側が東武鉄道、内側が東京メトロです。渡り線は駅の下り方にしかなく、発着する番線は路線によって決まっています。有楽町線の新木場行きに乗って、東京メトロの路線に入ります。東京メトロの線路は、この駅を出て間もなく東上線の下り線をオーバークロスし、東上線の横に並びます。和光市から5駅先の小竹向原まで、有楽町線と副都心線は線路を共用しています。小竹向原までとその先で書き方が違うのは、小竹向原の先で線路が分離されるからです。同じ線路を両線の列車が走るため、各駅のホームでは、有楽町線の黄色と、副都心線の茶色のラインカラーが並びます。ただし、路線としては有楽町線の開業の方が先だったので、壁面は黄色しかありません。氷川台を発車し、小竹向原の手前で、複線シールドトンネルが左右に分かれます。上り勾配で高さを上げ、上下線の間隔が開くと、小竹向原駅はもうすぐです。上下線の間には、この駅で接続する西武線の線路が入ってきます。外側から内側に進める渡り線があるのに対し、逆向きの渡り線がないため、西武線からやってきた列車が使用できる線路に制約があります。一方、ホーム部分には緩やかなカーブがあるのみで、それほど変わった印象はありません。右側には反対側のホームもあり、土地が狭いので2層構造となっているような特殊な構造でもありません。ホームは割とシンプルな構造ですが、この駅の特徴はそれ以外の場所にあります。構内の様子がこちらです。よくある2面4線の駅ですが、この駅が担う役割は非常に大きいものです。ここからその役割をさらっていきます。この駅の手前で東武線からの線路と西武線からの線路が合流した後、有楽町線と副都心線は3駅先の池袋まで並走しますが、線路自体は分離されており、この先では相互を行き来できないため、小竹向原駅を出たところで、それぞれの系統に振り分けられます。つまり、駅の下り方で2系統が集約され、上り方で再度2系統になるのです。運行系統は全部で4種類あり、これらがまんべんなく運行されています。そしてこの駅を発着する列車は、この動画を撮影した時点で、日中は1時間あたり合わせて24本、ラッシュ時は36本に上ります。その上、副都心線では速達種別が終日運行されており、種別変更や追い越しもあるため、運行ダイヤは複雑です。先ほどアナウンスのあった F ライナーは、副都心線と絡む直通各線を走る列車のうち、速達性を重視した列車の通称です。頻繁に種別変更するこの列車、東武線と西武線では30分間隔で、この駅から先では両車が合わさり、15分間隔になります。上り方面のホームでは、両側のホームから双方の列車が発着することになっており、乗り換えの利便性を確保するため、接続を行う列車も見られます。発車案内表示器を見ていると、有楽町線と副都心線の列車が左右に並ぶようになっています。ただし、場合によってはそれぞれの位置が逆になることもあり、発車番線はよく確認する必要があります。一方、下りホームでは、3番線は東武と西武の両方の案内がありますが、4番線は東武の案内しかありません。上下線の配線は左右対称になっており、内側の3番線からは、東武と西武の両方に向かう列車が発車できるのに対し、外側の4番線からは、東武線に向かう列車しか発車できないからです。多少なりとも発車番線が固定されることで分かりやすくはなりますが、3番線から東武線方面の列車が発車する場面もあるため、運行上の制約になっているという見方もできます。
今映っている3列車のうち、中央は東武線直通で、この駅で普通列車と接続を取ります。多数の系統が入り乱れるこの駅で一度ダイヤが乱れると、あっという間に直通各線に波及します。3月のダイヤ改正で日中の本数が減りましたが、それでも特にラッシュ時間帯のダイヤ編成は複雑で、東武、西武、東京メトロ、東急、そして横浜高速鉄道の5社にまたがる直通運転の要とも言える駅です。この駅が開業したのは1983年、有楽町線の開通に伴って開業した駅です。その後間もなく西武線が開業し、1994年には現在の副都心線の線路が完成します。副都心線の名称がない当時、この線路は新線と呼ばれていました。線路は池袋までしかなく、途中駅のホームも共用されていなかったため、急行列車専用となっていました。速達列車用の線路ということで便利に見えますが、新線池袋駅は他の路線との接続があまり良くなく、本数は有楽町線より少なく設定されていました。そして、駅の上り方の配線はこのようになっていました。地上の道路の幅を利用して、上下3本ずつ、合計6本の線路が並ぶ大規模な施設です。ただしこの配線だと、経路によっては平面交差となります。2008年に副都心線が開業して列車本数も増えた今、行き交う列車をどうやってさばいているのでしょうか。この列車は、西武線から有楽町線に直通する新木場行き。2面4線のホームの内側から発車する列車です。一方左手では、外側にあたる東武線から副都心線に乗り入れる列車が先に発車です。分岐器を通過していますが、曲線が緩く設計されているためか、割と速い速度で走り去っていき、架線がスパークする様子も見えます。副都心線の列車に少々遅れて、小竹向原を発車です。オレンジ色のライトは、有楽町線の進路が開通していることを示すもので、副都心線の場合は緑のライトが点滅します。この線路は直線のため速度制限もなく、順調に加速します。今走っている線路とその右側は、有楽町線の本線にあたる線路ですが、ダブルクロスポイントを過ぎたあたりから、線路の間には通路が延々と続き、留置線のような見た目になっています。そしてその先に見えるのは、先ほどの配線図にはなかったダブルクロスポイントです。そして左側のポイントの先で、一番外側の線路が隣の線路に合流するはずですが、そのような線路はなく、線路の脇に不自然な空間があります。この先でトンネルは2層構造になり、有楽町線が上、副都心線が下になるため、有楽町線は少々上り勾配になり、副都心線のトンネルを下にくぐらせます。ここで両線は分離されたはずですが、次の千川駅が近づいてきたところでトンネルの壁面が明るくなり、左側から線路が接近してきます。この線路も先ほどの配線図にはなかったものです。右側にあった配管も妙に新しく、工事の予感がしてきます。列車を降り、ホームの後ろ寄りへと向かいます。有楽町線のホームは年季を感じさせる内装ですが、一つ下の階層にある副都心線のホームは2008年に仕立てられたため、随分綺麗な内装です。この両線は、構内図でも上下に並んでいます。隣の小竹向原までの間に、有楽町線が内側、副都心線が外側になるので、ホームの幅が異なる様子も再現されています。終端部までやってきました。前面展望からも見えていた通り、合流する線路が直線になっています。手前にあるポイントも明らかに新しい感じです。そして奥の方には、箱型トンネルのさらに向こうに、断面が曲線を描いたトンネルが見えます。実はこのトンネルがあるのは、こちら側の線路だけではありません。下り線側の線路も、駅のすぐ横で分岐しています。千川駅の下り方では路線自体がカーブしているため、こちら側の作りは上り線側とは異なり、全体が左にカーブしています。こちら側ももともとここにポイントはなく、線路は一本しかありませんでした。勾配やトンネルの作りを見る限り、左に分岐する線路が後から設けられたようです。そして、この線路を通る列車も、もちろん存在しています。この列車は、東武線直通の和光市行き。早々に加速をやめた列車が進んでいく先は、左側の線路。内側の有楽町線から、
外側の東武線へと進んでいきます。そう、この線路が作られた目的が、まさしくそこにあります。このカットは、小竹向原駅の外側にあたる1番線から内側にあたる有楽町線に乗り入れる列車の全面展望です。3本の線路の一番左を走行します。私が先ほど乗っていた列車が走っていたのは、右側の壁のさらに奥です。200メートルほど直線が続き、この線路は右側の線路に合流するはずですが、前方には左側に流れる柱が連なっています。すぐに保線用車両の留置線と合流しますが、線路はそのまま左側にそれ、他の線路と合流することなく離れていきます。そしてここから単線トンネルが始まります。このトンネルの特徴はもちろん、箱型でも円形でもなく、楕円形とも異なる、この変わった断面。壁面がブロックでできているためシールドトンネルであることは想像できますが、他の路線ではまず見られない形です。トンネルはあっという間に箱型トンネルに戻り、千川駅に到着です。外側から内側に直接つながるトンネルの目的は、もちろん小竹向原駅の課題を解決することです。事の始まりは、今から14年前、副都心線が全線開業した2008年6月17日です。今では想像もつかない話ですが、副都心線は開業初日から多くのトラブルに見舞われます。副都心線には開業時からホームドアが設置され、ATO と呼ばれる自動で停止位置を合わせる装置が導入されました。これがうまく機能せず、何回も停止位置を直す事態が起きました。それ以外にも、係員が操作を誤り、本来とは異なる線路に列車が入るなどのミスもあり、有楽町線と直通先各線を巻き込んだダイヤ乱れは、実に4日連続で続きました。また、4系統が集まる小竹向原駅では、案内表示が分かりづらいという意見も寄せられました。今の方面案内は有楽町線と副都心線が上下に並んでいますが、最初は左右に並んでおり、発車番線が路線によって分かれていると誤解する乗客も多かったのです。案内表示は即取り替えられ、それ以外の部分も改善が図られた後、最後にあの平面交差が残ります。4通りの運行系統がある中、平面交差はダイヤ作成のネックになり、定時性を損なう要因になりがちです。一番簡単なのは、平面交差する系統の列車を削減することですが、利便性を損なうことや、混雑が特定の列車に集中する恐れもあったため、トンネルの改修が決まります。登り方は幅の広い道路の下を活用できるため、登り方にトンネルを増設することになったのです。ところが、過去にこのチャンネルでも取り上げた通り、開業後にトンネルを増設するのは簡単なことではありません。千川駅寄りの合流部分では、もともと保守用の車両を留置する線路が分岐していたため、そのトンネルを流用することができましたが、元は左側の線路が本線だったところを、連絡線側を直線に切り替えたため、線路全体がトンネルの外側に移動しました。この時にポイントも設置するため、有楽町線を一部区間で運休にした上で工事が行われ、同時にホームの端も拡幅されています。なお、トンネルの高さが足りなかったため、連絡線の建設にあたって天井部分を削ることになりましたが、完成後に高さ不足が発覚して追加工事が必要になるなど、苦労の跡が伺えます。また、幅が広い道路とはいえ、地上から掘り下げる開削工法や、普通の円形のシールドトンネルでは道路下からはみ出すため、あの独特な形状のトンネルを掘れるよう、特殊なシールドマシンを投入して工事が進められました。連絡線の全長は410メートル。線形や位置は、地上の構造物との位置関係も考慮して決められたものです。連絡線の建設に伴って撤去された線路は、連絡線の途中に移設されました。保守用の線路の合流地点は上下線両方にありますが、これはもともとあった線路を移動したものです。そして今いるあたりの右側にある柱は、トンネルの幅が広がったことで荷重が増えるため、新しく追加されたものです。この柱を設けるため、もともとあった線路の一部が廃止されています。連絡線を抜けて速度が上がりますが、この先の線路は、東武線方面の線路。この列車は西武線直通列車なので、内側の3番線に移動です。4番線には、すでに別の列車も停車していますね。ただし、ここであることに気づいたでしょうか。上り列車の全面展望では、最後まで内側線を走行していたのに対し、
下り列車では連絡線経由で外側に移ってから内側に戻っています。改良前後の配線図がこちらです。配線は左右対称なため、上り線とは逆に有楽町線から直接西武線に乗り入れることが可能です。ところが実際には、先ほどのように連絡線経由で外側に出て、小竹向原駅の手前で内側に戻る列車も少なくありません。そこには、連絡線と同時に追加された、このダブルクロスポイントが関係しています。これは、別のタイミングで撮影したカット。停車中の列車には、回送の表示が出ています。実は中央の線路には、こうした回送列車が留め置かれることがあるのです。また、この線路には、あまり注目されない意外な役割があります。有楽町線系統で途中駅での折り返し運転を行うとき、以前は3駅先の池袋で折り返していました。池袋駅のホームは有楽町線と副都心線で離れており、乗り換えが不便ですが、小竹向原で上り方に折り返す場合、中央の2線を使うしかなく、西武線の運行に影響が出るからです。中央の2線の手前にダブルクロスポイントを置くことで、この場所での折り返しができ、列車自体は千川駅まで運行できます。千川駅のホームは上下2層構造で、階段やエレベーターで移動できるため、池袋駅よりはるかに便利です。千川止まりの列車は現在は設定されていませんが、始発列車は朝ラッシュに存在し、ダイヤ乱れ時には見かけることもあります。上り線の連絡線は2013年2月に完成、下り線側は2016年2月に完成し、同年2月14日から運用が始まりました。これによって定時性が大幅に向上しただけでなく、既存の線路の有効活用と、非常時でも利便性を維持した折り返し運転ができるようになったのです。ご視聴ありがとうございました。